おはようございます。しょんやです。今日のスーパーセブン名車再生は、前回の動画でリアの足回りを組んだので、今回はフロントですね。フロントの足回りを組んで車を地面に下ろしたいと思います。まだ今後ろのタイヤしかついてなくて、キャリアカーっぽい感じが出ちゃってるんですよね。だから今回フロントのタイヤもつけて、ちゃんと4輪つけて地面に下ろしてあげれば車っぽさが出てくるんじゃないかなと思って、今回はこの車を車にしていきたいと思います。アームとかはもうすでに錆落としと塗装と終わっているから、あとは部品交換して組み付けていくだけですね。今回は残念ながら塗装タイムはなしになると思います。作業内容としては、ボディの磨き、アームブッシュの交換、ブレーキのオーバーホール、フェンダーとかの外装部品の取り付けなどなど、作業はたくさんあります。きっと内容の濃い動画になると思いますので、最後までお付き合いよろしくお願いします。それじゃあまずはボディの磨きから作業をやっていきます。ここにアームがついたり足回りの部品がつくと、この辺ね、磨くの大変になっちゃうから、先に磨いてきれいにしておきたいと思います。今の現状はこんな感じですね。結構こう飴染みみたいな感じで汚れてたりとか、白くくすんでたりとか、あまりね、見た目綺麗な状態じゃないです。ということで、これで磨いていきたいと思います。うわー、やっぱりこれツヤツヤになるね。表面の汚れとかがなくなるとすごい綺麗になる。この白ぼけてるのが、ほら、こんなんなる。やっぱブルーマジックすごいわ。ただ手がね、すぐ磨いた汚れみたいなので黒くなっちゃうから、手袋した方がいいですね。それじゃあ磨いていきます。スポンジがボロボロになってくる。よーし。あらー、綺麗。ちょっと背景がね、グレーだからちょっと分かりにくいですね。こういう感じ。ちょっとこの辺まだムラムラしてる。まあ後で最後また仕上げ磨き入れるから、とりあえず今回こんなもんでいいかな。反対側も同じように磨いていきます。多分映像早回しかな。よし、オッケー、完成。そして仕上げにここのタンメンはメタルコンパウンド、ワコーズのやつで磨いていきます。ワコーズのやつね、なんかザラザラした研磨粒子が入ってるちゃんとしたコンパウンドって感じなんで、汚れがすごいところとかこういうところはね、ワコーズの方がよく磨けます。ブルーマジックは粒子感がない艶出しみたいな感じだから、場所によってコンパウンドの使い分けしてます。綺麗になるやっぱ綺麗になる。フジツボみたいになってるのね、磨くの大変なんですよね。このフジツボみたいにガサガサになってツヤがなかった状態だったのがこうなります。まだちょっと磨き甘いですけどね。だいぶフジツボがなくなりました。やっぱりワコーズのメタルコンパウンドはしっかりとこういう汚れみたいなのを落としてくれるから、それはそれで使い勝手がいい。あとこの上の方もね、ボンネットがついて隠れるんですけど、この辺もちょっとフジツボっぽくなってるから、ここも手磨きでやっていきます。結構ね、時間かかりそうだから映像はスキップして磨き終わった動画へどうぞ。なんまら綺麗になりました。すごい光ってる。磨くのにかかった時間は手磨きも入れて2時間ぐらいかけてフロント側を終わらせました。
塗装のね、クリアの磨きと違ってね、結構ね、しつこく磨き入れなきゃいけないからね、結構時間かかります。でもその分、磨き終わった後のこの反射具合がね、半端ないからほんと。やった分だけツヤも出るし、鏡面みたいになるし、やりがいはね、すごくありますね。そう、グッドさん曰く、トラック乗りとハーレー乗りは磨きが仕事って言ってたから、ぜひそこにスーパーセブン乗りも入れてもらって、このアルミの磨き、結構楽しいですよ。それじゃあ、ボディの磨きが終わったんで、これから足回りの部品をどんどん組んでいきます。まずはアームですね。ゴム部品とか結構ひび割れてたりとかしてダメそうな部品多かったんで、ブッシュとかゴムのブーツとかそういうのを全部交換しながらボディに組み付けをやっていきたいと思います。絶対このプレス機元取れたよね。ジムニーの時に買ったやつだけど、まさかこんなに使うと思ってませんでしたからね。何個ブッシュ打ち替えたこのプレス買ってから。絶対元が取れたと思う。ブッシュの打ち替えはちょうどいい当て物ないんで、ソケット使ってやっていきます。お、これはゆるゆるだ。これハンマーで叩いても抜けるかも。あ、簡単に抜ける。これ全然効いてませんでした、ブッシュが。スカスカだった。アッパーマウントのここのボールジョイントがね、もうグリス抜けちゃってガッタガタになってたから、新しいやつに変えます。回んねえかお前。ちょっと待って、机の上じゃ無理。スパナ当てちゃった。後で札差ししなきゃ。これが何回転回ってるかを数えなきゃいけないね。1、2、20、長いな。21、22、23、24、25、26、27、30、こんなに ?31、32、33、34、35、36、37、38。ほら、外した方はもうブーツガビガビで割れちゃって、中のグリスも全部抜けちゃってね。こんな感じで。で、これね、もうカタカタなんですよ、ほら。カタカタ。これじゃまずいから新品に変えます。かじりつき防止でちょっとスレッドコンパウンドを塗っておきます。この間ジムニーのタイロットエンド交換して、ここめっちゃかじりついてたんで、これをかじらないように。1、2、3、4、5、6、23、24、25、37、38。よいしょ。あとは車に乗っけたから本締めしよう。反対側のアームもこんな感じで蓋外れちゃって中のグリス抜けちゃってるんで、もうカタカタ状態だからこっちも交換します。で、作業内容は全く同じ感じになっちゃうから映像はスキップします。こっちはアームに傷つけずに外せた。まずはステアリングラックから。いいよ。そしたら次はここのステアリングラックのブーツ交換やっていきます。新品のブーツ。だいぶね、劣化してボロボロになってたから。タイロット外さないと交換できないと思うんで、まずタイロットから外していきます。よいしょ。果たして何回転でしょう。これも角度変わるとずれるからね。13、14でバンド切って、結束バンド、これタイラップでした。内側のバンドも切って引っこ抜く。おう、ボロボロ。
ジョイントのガタつきは特に問題なさそうです。そしたらグリス掃除して、新しいグリス詰めて、新しいブーツをはめる。結束バンド、元の状態と同じように留めておきます。ここプラスチックの結束なんですね。金属じゃないんだよ。なかなかびっくり。そして元通りに戻すと。よっ、OK。あとここのタイロットエンドのブーツも交換します。こっちはボールジョイントガタなさそうだったからブーツ交換だけですね。留めてる針金を外して、よいしょ。おお、結構グリスがカピカピになってる。ほら、一応ガタはないからボールジョイントは問題ないと思う。新しいグリスを塗ってブーツ新品つけて、よいしょ。で固定用のバンド、これがね入れるの難しいんですよね。あんまり力技でやるとブーツを破ってしまうと。先にこう1本入れといて、よし、はまった。破らずにちゃんとできた。反対側も同じようにやっていきます。まずはナット緩めて、うわ、またブーツを引っこ抜いてグリス掃除して、新しいグリス塗って、新品ブーツをはめて結束バンドで留める。あれ、こっちブーツの金具ついてない。あれ、あー、金具がない。ここにさっきついてたはずの金具がない。マジか。注文しなきゃ。とりあえずブーツだけ変えて、金具は後でつけたいと思います。よし、 OK。 それじゃあ足回りの部品組んでいきます。まずはロアアームから。よいしょ。フロントのショックを先につけます。これリアのサスペンション交換するのと同時に変えようと思ってたんですけど、注文ミスってフロントもダメだから、とりあえず仮でこれつけときます。よいしょ。そして反対側も同じように組んじゃいます。よっ。よいしょ。そしてスタビライザーつけてきます。とりあえずスタビライザーのブッシュにはシリコングリスを塗り塗りマウントに入れて、そしてボールジョイントのところには普通のグリスを、ここのブーツも新品に変えます。これね、タイロットエンドのブーツとね共有みたいですね。同じ品番でした。これで挿入します。よいしょ。あれ、よし、いった。これでアッパーアームのステーとスタビライザーのマウントが友地面で止まるようになります。随分変わった作りですよね。あっちの部品とこっちの部品と友締めっていう感じが結構多いです。これブレーキとナックル固定します。でこっちナックル、こっちがナックルなのか、どっちがナックルになるんだ。違うな、こっちスピンドルになるのかな。スピンドルかもしくはナックルかどっちか分かんないけど、これつけていきます。そしてこっちのブレーキローターとハブをつけていきます。
でね、ハブの裏側にオイルシールっていうかこうフェルトシールがつくんですけど、これ純正のやつ取れなかったから、モノタロウで国産車のなんか似たようなサイズのやつ代わりにこうつけておきます。こんな感じ。これではめて、ハブベアリング別に悪くなってなかったから、ハブベアリングは再使用です。ちょっとだけグリス足して、でベアリング戻して、ナットかけて、で一回グッと締め込んで、ベアリングをなじませる。マジか、気づいてしもうた。今なんかこのブレーキローターがね、こうプラプラプルプルこう震えてるなと思って、なんでセンター出ないんだろうと思ったら、表裏逆に組んでますね。完全にやらかした。過去の動画を見るとね、全然違う感じに組まさってる。ダメだ、一回もう一回ハブばらしてブレーキローターの表裏変えます。間違ってるこれ。ブレーキローター表裏逆でした。よいしょ。こっち向きが正しいやり方でした。すいません。これでちゃんと戻します。キュッと締めてなじませて、おお、ブレーキローターがフラフラしない。これが正しいね。よいしょ。緩めて手締め。これで OK。次ブレーキキャリパー分解していきます。補修用の部品がね届いたから、これに交換してキャリパーきれいにして、足回りをボディに組み付けしていくっていう形でね、これもやっていきます。とりあえず分解から。これ左側のキャリパーなんですけど、右側のキャリパーをサブチャンネルのライブ配信で分解する練習やったから、多分こっちはねサクサク作業できると思います。一回練習やってしまえばね、構造がわかるからね。まずはブレーキパッド止めてるピンを抜きます。よいしょ。こっちも抜いて、よいしょ。カマキリの卵が。スライドピンでいいのかな、名前は分かんないけど、多分スライドピン的なもの。ちょっと錆がひどい。これでブレーキパッドを取ります。ボロボロなんですよブレーキパッド。指でこうやってやるとね、パッドの角が欠けてくるぐらい、もうパッドがね弱いです。ボロボロ。だからこれも交換します。今回パッドは交換します。そしたらここのボルト緩めます。よいしょ。これでキャリパーが半分に分かれる。パカンと。そしてこっからエアーを入れればピストンがピーンって出てくるんですけど、残念ながら今コンプレッサーエアー溜めてないんで、ハンドツールで頑張ります。こうやってピストンを抜く。よいしょ。ダストブーツを取って、中に入ってるシールも取って、反対側もダストブーツ取って、中に入ってるシール、うわーサビサビー、すげーサビサビー。シール取って、これで分解完了。めっちゃサビが出てました。反対側のキャリパーやった時もサビすごいかも。これは掃除のしがいがあるね。ピストンも結構すごいね。まあでもこのパッドの当たる方のサビだから、ピストンとしての性能は多分全然問題ないと思います。軽く磨いて掃除してあげればね、再使用はできますね。よし、そしたら掃除していきます。細かい部品は手作業でサビ落としやっていきます。ピストンはこっちのゴムシールがつくところだけ。中の方はサビなかったんで、こっちはペーパー当てないです。全部の部品が綺麗になりました。キャリパー本体はサビそんな出てなかったです。まあ、こっちのブーツがつくところはちょっとサビ出てましたけど、それ以外の部分はサビが出てない。ちゃんと元々のメッキが生きてますね。だからこれは塗装なしで、今回塗らずにこのまま組んでっちゃいます。そして組み付けの練習として、もうすでに反対側のキャリパーね、新しい部品で全部組んじゃったんで、多分こっちはね、すんなり組めると思います。
アーム組む時ね練習してなかったからすごいなんかグダグダな感じになっちゃったけど、キャリパーはねちゃんと練習したから、ということでこっちの反対側、左側のキャリパーですね、これから組み立てていきます。ゴムシールは新品を使って、ブレーキパッドも新品です。これ新品。これキャリパーがねガーリンとかなんとかっていうキャリパーで、普通のケータハムのキャリパーとなんかちょっと違うみたいです。だからこのブレーキパッドのサイズも普通のやつと違うみたいですね。2ポットキャリパー、ガーリン製のキャリパーで、ブレーキパッドもそれ専用のちょっとサイズが違うやつ。危うくね間違ってまた普通のケーターハムの部品で注文しちゃうとこでした。サスペンションも違いましたからね。ということでまずはグリス塗っていきます。シリコングリス、これをピストンとかブーツとか全部塗ってくって、ブーツ、ダストブーツにもグリスを塗って、まずはこの内側にシールを入れて、でピストンに先にこれブーツかぶせちゃいます。ちょっとね国産車のキャリパーと作りが若干違います。ブーツの形とかもなんかね違います。わかるかな。ちょっと国産車とブーツの感じ違いますよね。これをブーツはめたピストンを押し込む、シュッと、でブーツをかぶせる。で最後に外側にこのバンドがかかります。このバンドがね国産車と違う変な感じ。割とね簡単、はめるの簡単。これでキャリパーの片側が終了で、反対側も同じようにやっちゃいます。シールをはめる、ピストンにブーツをかぶせる、そしてピストンを入れる、でブーツはめて止めるサークリップをつけると、よいしょ、これで終わりで、ちょっと念のため動くかどうかだけ、反対側やった時これで正常に動いたけど、出ますね、ちゃんと動く。カメラアングルが微妙だな、こうかな。あ、外れちゃった。これ出過ぎ、こんなにブレーキが出てこない。ちゃんと動きますね。そしたらここにゴムを置いて、キャリパーをかぶせて、ボルト入れて、そしてブレーキパッド、グリスついた手袋じゃダメ。よいしょ。ブレーキパッド新品なんでここ面取りします。でブレーキパッドの裏面にグリスを塗って、でシムをつけて、でこれをキャリパーに入れます。これシム向きあるんでこれ間違いないように。よいしょ。スライドピンを入れて、よし、できた。それじゃあこれを車に取り付けしていきましょう。よいしょ。でフェンダーカバーがこうつきますと、よいしょ。でこれ中にねこういうゴムワッシャーみたいなのを挟んでつけないと、これ FRP だからね割れちゃうんですよ。ちょっとつけるの大変です。こうワッシャーを裏に入れて、でネジ穴に通すと。ちょっと待って、ちょっとここフェンダーに当たっちゃって収まり悪いんでカットします。物撮りするの忘れてたから、反対側カットする前に撮影しておかないと。ここのパイプがフェンダーに当たっちゃってます。でピタッとフェンダーが来ないんで、この出っ張ってる部分をカットしちゃいます。フロント側は特に問題なさそう。ちゃんとフィッティングしてます。このままだと錆びちゃうから、ここね錆止めに黒塗って、フェンダーの裏側黒塗ってね。フェンダーの裏黒塗らなきゃ、忘れてた。とりあえずここ錆止めに今黒塗って、でフェンダーの裏塗っていきます。
色が飛び散らないようにちょっとマスキングテープで壁作ってあげます。外側もう一回磨き入れるからそんなに気にしなくていいんですけどね。一応こんな感じでマスキングしてあげて、足付けは板金の段階で終わらせてあるんで、あとは脱脂したらこのまま塗装していきます。オッケー、危うく忘れるところだった。こういうところが黒いとね、車が引き締まって見えますからね。もう完全に僕の趣味です。塗料乾くの待ってる間にこっち側も組み付けとパイプのカットでやっちゃいましょう。まずはブレーキキャリパーつけちゃいます。マーキング忘れちゃいけないマーキング。そしてパイプカットしちゃいます。錆止めに黒塗って、でフェンダーつけます。ネジ入れて、裏側に当てゴム入れて、そしてタイヤつけます。さあいよいよこのケーターハムが地面に降りる時が近づいてまいりました。さすがに無理か。いざ着地。よっしゃー、地面に降りました。ちょっと先走っちゃうんですけど、せっかくだからノーズコーンつけてどんな雰囲気になってるのかちょっと確認したいと思います。まだね、ノーズコーン止めるための留め具はちゃんとつけてないから、ただ乗っけるだけになっちゃうけど、雰囲気だけでもね、おおめっちゃかっこいい、めっちゃかっこいい。すげえ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 、うわー、めっさかっこいいですよ。ノーズコーンの板金結構しっかりやりましたからね。パネルとの干渉もないし、塵も合ってますからね。やっぱり塵とかこういう細かいところが合ってると車のオーラが違いますね。これ磨き入れたらめっさ綺麗なんじゃないですか。めっちゃ楽しみ、マジで楽しみ。一応今回サスペンションとかは再使用して、部品発注間違えちゃったんで再使用してます。ただ今後ちゃんとしたやつが届いたら、サスペンションね、前も後ろのも交換する予定なんで、どのみち足回りの部品もう一回外すと思うんで、締めてないネジとかはピンク色のマーキングしてあります。ピンク色はまた外すネジ、外す予定でいるネジで、もう外すことがない、緩めることがないようなネジは白いマーキング。こうやってマーキングの色使い分けて、後々自分が分かるように今回は組み立てやりました。はい、ということで本日のまとめです。今回の動画はスーパーセブンのフロントの足回りの組み立てをやりました。サスペンションがね、マジで残念だった。部品発注間違えたからあれなんですけど、でもね、一応メーカーの方に問い合わせして、この車に合ったやつに交換してもらえないか今一生懸命相談してるとこなんですけど、ちょっとね、この車のサスペンションが特殊で、部品用意するのに時間がかかるけど、部品用意できたら交換しますよっていう風に言ってもらえたので、多分今後交換で新しいやつに組み直すことになると思います。多分ね、部品がなかったら交換できませんって言われるかもしれないけど、今メーカー側に一生懸命頑張って動いてもらってます。なので今後サスペンション交換をして足回りをね、しっかりと最後仕上げてやりたいなと思ってます。そして他にも足回りの部品どんどん組み立てやっていったんですけど、ブレーキ間違って部品注文しなくて本当よかった。そもそもうちの車、標準の車となんかちょっと違うみたいで、そういうブレーキが違ったりとか、あとフレームもね、結構違うんですよ、この車。フロアにバッテンの補強みたいなのが入ってて、普通だとこのバッテンの補強入ってないらしいです。
エンジンルームにも追加のパイプが入ってたりとか、ボディ剛性が高くなるような改造されてたりとか、もちろん改造といっても新車の段階でそういう風に組まれてる車なんですけど、意外とあっちもこっちも標準の状態からは変わってるみたいで、ほんとね、部品の発注が大変でした。フロントもね、これワイドトラックって言って、こっからここまでのアームの長さが違います。うちの車、ここのトレッド幅が広いんですよ。だからそれに合わせて選ぶブッシュとかなんか全部変わってきちゃうみたいで、でも今回サスペンション以外は間違えずに部品発注かけれたんで、ほんと良かったです。今回フロントの足回りを組み付けやって、ようやく4輪でちゃんと地面に下ろすことができたんで、ガレージと駐車場の出し入れがやりやすくなるから、だいぶ作業が楽になりそうですね。今後の作業が気になるよという方は見逃さないようにチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もご覧ください。バーイ。